プリンツオイゲンを作る。第7話。甲板パーツと胴体をつなげる関節パーツをディテールアップしていきます。ガンプラ用ノズルの中心部品、1mm のステンレス平行ピン、重厚金属パーツを組み合わせてアクチュエータもどきを作りました。これをパーツに埋め込むため、フライスでモールドを削り落とします。使っているフライスはプロプソンのマイクロフライステーブルという商品ですが、3万以下で購入できてそこそこ使えるので便利です。精度はそれなり、ですけどね。あとエンドミルに汎用品が使えないのが残念。今回はアクチュエータモールドとその下の樹脂をすべてフライスで抜いてしまいます。穴を開けて広げていく方法でも加工できますが、結構面倒なんですよね。エンドミルでざっくり角穴を開けた後、棒やすりで穴を仕上げます。削りました。ここに先ほど作成したアクチュエータを入れてみます。アクチュエータの接着には瞬間接着剤で、シャーペンの芯の先に瞬間接着剤をつけて流し込んでいます。金属パーツを取り付けました。ディテールアップしたアームを取り付ける根元パーツもモールドをタガネで削って、モールドをシャープに仕上げます。艦首に伸びるアームの根元部も取り付けます。ここにも金属パーツを取り付けるため、リューターで穴を開けておきます。ディテールアップ完了。第2話でディテールアップを行ったパーツを取り付け、甲板パーツが繋がるアームは強度を確保するため、真鍮線を長めに通します。アーム部のパイピングは金属パーツに置換するためにノコで先端をカットしておきます。あまり力がかからないところなので瞬間接着剤で接着しておきました。アーム部の先端も真鍮棒を長めに差し込んでおきます。すべての軸打ちができたので組み立てます。組み立て完了。サフを引き直して再度組み立てました。艦首部に伸びるアームを作っていきます。写真はパーキングラインをパテで埋めた状態。ヤスリがけで表面処理を行っていきます。タガネでモールドを彫り直します。穴モールドはドリルで穴を深くします。アームパーツの翼は 0.7mm の真鍮線を差し込みます。パーツが揃ったので組み立て。ここは後で曲げるので、1.5mm のアルミ棒を使います。つなげたら金属ニッパーでカット。先ほど作った翼も取り付けます。アームの根元パーツにドリルで穴を開け、パーツにマジックスムースというパテを塗り、接着剤代わりにします。このパーツに先ほど作ったアームを取り付け、
軸を通して、サフを吹いた状態。これを組んだ状態がこちら。でかいなぁ。ちなみに艦首の左右が逆でした。すまぬ。さて、甲板パーツを作っていきます。穴位置が不均一なので、こちらも砲塔と同様に穴をパテで埋め、ディテールアップを行います。穴埋めついでに、角へこモールドをタガネで掘り直し、モールドの上下に配給パーツの筋彫りテープを貼って、掘りすぎないよう規制します。穴はラッカーパテが入りにくいので、サフ引き、パテ埋め、ヤスリ掛けを繰り返し穴を完全に埋めます。金弱で毛書きをして、ネイル用金属パーツを毛書き線に合わせて貼り付けます。貼り付け完了。上からサフを吹きました。甲板パーツの製作を進めます。写真は庭で改造したパーツ。側壁パーツを組むとパーツの歪みのせいで、こんな感じに隙間が空いてしまいます。無理やり接着剤で留める手もあるんですが、展示中にパカッと開いても困るので、ヒートガンで熱を与えて形状修正。使っているのはマキタのヒートガン、HG6031VK。温度調節、風量調節ができるのでこのような作業が手軽にできて良きです。ヒートガンで熱を与えたらパーツに押し付け、冷えるまで養生テープで固定しておきます。冷えたら養生テープを外して、マジックスムースで接着。再度養生テープで固定しておきます。サフを吹いた後、前回作成した木甲板を取り付け、ここに先ほど作成したパーツで蓋をすれば、甲板パーツの出来上がり。パーツが揃ったので、台座への組み付けを検討していきます。作例では真鍮棒で固定されているものが多いのですが、せっかくなので、スピーカースパイクというパーツを使いたいと思います。スピーカーの下に取り付けると音質が向上するらしいのですが、おバカ耳の小松はよくわかりません。色々形状があったので音質関係なしに、形状と改造しやすさを重視して購入しました。今回使うのは M6 ネジで固定するものなので、汎用のネジ棒を買えば長さも調節できます。ちょっと砲弾っぽくない？これを台座に固定するため、アクリルに 6mm の穴を開けます。長さを長くするため、ネジ棒を買ってきました。金の子でカットします。カットしたネジ棒をアクリルに固定して、甲板パーツの位置を現物合わせで位置決め。パーツを合わせます。ここに胴体を取り付けて、色々微調整をしつつ、台座へレイアウトしていきます。半日以上かかりました。パーツが外れる、ポロポロ落ちるでちょっとスパイクに差し込むだけでは不安定、これはちょっと固定に難ありです。ということでスパイクを改造することにしました。
まず円柱パーツはネジ穴が途中までしか入っておらず、ネジ棒が貫通しないので、穴を広げて貫通するようにします。スパイク先端には、真鍮棒を通して固定するため、2ミリの穴を開けます。穴開け成功。ちょっとステンレス鋼で硬いので加工できるか心配でしたが、なんとかなりました。ここに真鍮棒を差し込みます。出来上がりです。これで固定もできるし、真鍮棒が見えないわず。スパイクを組み立てます。先ほど円柱パーツを貫通させたので、ネジ棒に2個取り付けます。スパイクから伸びる真鍮棒を差し込むパーツに長めに穴を開けます。スパイク差し込み。同様にそれ以外のパーツも固定します。台座に再度固定しました。今度はきっちり固定できました。では今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローしてくれるとテンション上がります。では次の動画でお会いしましょう。